あなたは誰もいないはずの部屋で視線を感じたことはありませんか？ 2011年8月10日、イギリス・ロンドン・ハーリントン。アパートの一室では数人の警察官が殺人事件の現場検証を行っていました。遺体で発見されたのは2人の若い男女。体中めった刺しにされ、床の上に乱雑に投げ捨てられた女性の遺体と、ベッドの上で眠っているかのように横たわる男性の遺体。不気味だな。警察がそう口にしたのは対照的な状態の2人の遺体に対してだけではありません。リビングには大量のビールやウイスキーの空き瓶、そして水浸しの浴室とその中に落ちていた用途不明のドライヤー。不自然な状況の室内には異様な空気が漂っていたんです。やがて現場検証が終わり、静寂に包まれたその部屋。しかし室内にはまだかすかな息遣いが。実は警察がいる間ずっと潜んでいたんです。殺人犯がベッドの中に。警察が捜査を行う殺人現場でベッドの中に身を潜める男。男はこの部屋でどのような殺人を犯し、そこに潜んでいたのか。彼は愛する人が自分から離れて夢を追いかけることが許せなかったんです。おそすけんちゃんです。いやー、みやみこんね。というわけでね、今回皆さんにね、発表があります。私、ケンちゃん、アルゴメトリーね、6、7年ですかね。はい。ナレーションをね、ずっと入れてたんですけど、ちょっとやっぱアルゴメトリーもね、変化が必要だってことで、よりね、レベルアップしようっていうことで、ちょっと今回新しく、ナレーターさんのね、オーディションをして、全部声聞いて、よりいい人っていうのを、ちゃんと自分でも調べつつね、いろんなところのいろんなルートから探して、ナレーターさん新しい人入れるよってすげえ前に言ったんですけど、やっぱ僕妥協できないんで、性格上。ずっと変えれなかったんですけど、ただ今回ね、やっとこの人だったら任せられるなという人が見つかりましたので、ちょっと満を持してね、本当に今回の動画からね、新しいナレーターさんでね、お送りさせていただければと思います。なのでね、この動画の冒頭の声を聞いてね、あれって思った人もいると思うんですけど、僕の中ではこの人だったら背中預けられるなっていう素敵なね、人なんで、無事、アルゴメトリーのレベルアップのためにもね、新しいナレーターさんと共にね、そしてヤミコさんと共に歩めればっていうところで、僕は僕でナレーションの時間はね、いい意味で浮くわけなんで、その時間はね、よりアルゴメトリーの動画のレベルアップのところに、より時間とか思考を避けていければいいなと思うので、結構直近のアルゴメトリーっていうのは、いい意味で変化がね、どんどんついてくるかなと思うので、もちろんその変わらない良さとかね、なんかケンちゃんの声がね、良かったなーっていう方もね、絶対いると思うんです。それ僕、個人としては嬉しいんですけど、やっぱり同じことをずっとやり続けても、チャンネルとしては成長してないなっていうのを感じる方ではあるので、新しい挑戦をね、ぜひ応援していただければね、僕も嬉しいですし、ぜひね、新しいナレーターさんの声もね、最初は多分違和感あるかもしれないですけど、ずっと聞いてるとね、馴染んでくようなもんだと思うんですよ、こういうのって。なので、ぜひね、応援いただければ幸いです。本当にいい意味で前向きな方にアルゴメトリーが進化するためにも、僕もヤミコさんもね、こういった選択をさせていただいて、結果皆さんにいいクオリティの動画っていうのをお届けしてね、いろいろこう思考できるチャンネルにしていければなと思いますので、引き続きね、アルゴメトリーをよろしくお願いいたします。今回はイギリス・ロンドンで起きた殺人事件をご紹介します。この事件、アパートの一室で男女が殺害されたのですが、犯人は意外すぎる場所に隠れていたんです。意外すぎる場所。海外逃亡とか？それがですね、犯人は警察が現場検証を行っているその最中にも、現場のベッドの中に隠れていたんです。ベッドの中に隠れた理由っていうのはね、明かされていないんですけど、そこもね、事件の内容から推理していければと思います。この事件はあるホテルの従業員の人間関係をめぐり勃発。ある日、そのホテルでは3人の従業員が揃って消息を絶ったんです。ベッドの中の男。2011年8月10日、イギリス・ロンドン西部ハーリントン。午後3時、ラディソン・エドワード・ヒースローホテルのロビーはいつになく大混雑していました。おい、早くチェックインさせてくれよ。イギリス最大のヒースロー空港からわずか12分の場所に立つそのホテルには、ハイシーズン真っ只中ということもあり、客が押し寄せていたんです。しかし対応が追いついていないのは単に繁忙期だからというだけではありません。この日、従業員のうち3人が就業時間になっても現れず、フロントは全く人手が足りていなかったんです。くそ、3人とも電話に出ないなんて。
連絡が取れない3人とはアリス・アダムスとティボール・バス、そして2人の上司であるアティラ・バン。まだ新人のアリスとティボールはさておき、フロント係のリーダーであるバンの無断欠勤など絶対にありえませんでした。彼はいつも勤務時間より早く出社して余念なく業務準備を行い、身だしなみを整えることを常としているほど真面目で責任感の強い人物だったんです。何やってんだよ、まったく。フロント係の男性は苛立ちをあらわにバンの Facebook を確認すると、そこにはこう書かれていたんです。この悪夢から目覚めたい。その投稿に嫌な予感を覚えた男性は少し迷いながらも警察に通報したんです。悪夢？これは事件に巻き込まれてるってことなのかしら。フロント係がね、3人も揃って無断欠勤っていうのはおかしいですからね。この後警察はね、事件現場に向かうんですけど、この3人のうち2人の姿しか発見できなかったんです。フロント係からの通報を受けて間もなく、ロンドン警察はヒースローホテルの裏手にある職員用アパートを訪れました。やはりか。それにしてもひどいな。無断欠勤していた従業員バンの部屋を一目見て、警察は大きなため息を漏らしました。リビングには酒の匂いが充満し、床の底かしこにビールやウイスキーの空き瓶が。その一角に横たわるのは顔にクッションが押し当てられた血まみれの女性の遺体。一体何箇所刺されたのかわからないほどのその遺体は、手足が不自然に曲がった状態で転がっていたんです。警察官は遺体の顔を覆っていたクッションをそっと持ち上げました。アリス・アダムスだ。アリスの写真を取り出し、遺体と見比べながらそう言った警察官。写真の中のアリスは若く美しい女性でしたが、目の前の彼女は血まみれの髪の毛の隙間から目を見開き、歪んだ表情を覗かせていました。さらに寝室のベッドでは、ホテルの若い男性従業員ティボール・バスの遺体が全裸で横たわっていたんです。胸の傷跡から心臓を刺されたことは一目瞭然でしたが、不思議なのは血がほとんど付着していないこと。ティボールの遺体はアリスとは異なり、まるで眠っているかのように綺麗な状態だったんです。部屋の住人のアティラバンはどこへ行ったんだ。何か手がかりが残っているかもしれない。警察は部屋の中をくまなく捜査しました。使ったばかりのシャワールームと水浸しの脱衣所に、そこに転がるコンセントがつながれたドライヤー。不可解なその状況も相まって、室内には不穏な空気が漂っていました。一方で結局バンに関する手がかりは何もつかめないまま、その日の現場検証は終了。そしてしばらくすると、誰もいないはずのその部屋に繰り返し響き始めた何かがきしむような音。その音が止むと同時に、なんとベッドから一人の男が這い出てきたんです。その男こそこの部屋の住人で殺害された2人の上司アティラ・バンでした。これはなんつうか発想が怖いというかすごいというかさ、普通現場で一番警察が来そうなところに隠れるなんて考えるかしら。そこのあたり気になるんですけど、まずはこのアティラ・バンという男が一体どんな男だったのか見ていきたいと思います。できる男。事件から1年前の2010年2月、ヒースローホテルでは年に一度の社内表彰式が開かれていました。おめでとその場に居合わせた面々から祝福を向けられるその男はアティラ・バン。ハンガリー出身のバンは誰よりも勉強熱心で真面目に仕事に取り組む男でした。その姿勢を認められ、フロント係のリーダーを担っていたバンはこの日最優秀従業員賞を受賞したんです。表彰式で壇上へ上がる彼の振る舞いは非常にスマートで、多くの部下が憧れるカリスマホテルマンの風格を漂わせていました。ヒースローホテルは格式高い4つ星ホテル。世界中から宿泊客が訪れるこの有名ホテルで表彰されるのは容易ではなく、非常に名誉なことなんです。4つ星ホテルって言ったらなかなかいいホテルなんじゃないの？最高はね5つ星ではあるんですけど、4つ星なんでね、ある程度のねやっぱクオリティとかっていうのはあると思います。ところでね、皆さんこのホテルランクってどんな基準で付けられてるのかってなんか曖昧じゃないですか。ミシュランみたいな、というわけで本日のメトラキーワード、ホテルの評価基準について。ホテルランク、そしてそれを表す星の数に明確な世界基準は存在しません。ホテルが名乗っている星の数は、フォーブストラベルガイドやミシュランなど独自に格付けガイドを出している団体の評価を参考にしたもの。要はフォーブスに4つ星の評価をされたからうちは4つ星ホテルだと名乗っているわけで、別の団体の調査では星の数が変わることもあるんです。ちなみにラディソン・エドワード・ヒースローホテルはフォーブストラベルガイドにおける4つ星ホテル。一方でミシュランガイドには掲載されていません。フ
フォーブストラベルガイドやミシュランが行っている格付けはそもそも高級ホテルの中での格付け。星の少ないホテルでも掲載されている時点で驚くほど高級だったりするんです。ヒースローホテルの最優秀従業員となるほど日夜懸命に仕事に取り組んでいたバン。一部では仕事熱心どころか仕事中毒だと囁かれることもあるほど、彼は仕事にしか興味がない男だったといいます。ある時、そんなバンの運命を大きく変える出会いが訪れるんです。ティボール・バス、19歳です。よろしくお願いいたします。バンの部下として入社したティボールは地元ハンガリーの大学受験に失敗し、就職のためにロンドンに移住してきた青年。同じハンガリー出身ということもあり、ティボールに親近感を覚えたバンは彼を非常に可愛がったんです。ティボールと働く中でバンは彼の様々な事情を知りました。父親が早くに他界したため、母親と妹と貧しい生活を送っていたこと、ハンガリーで給料の高い仕事に就きたいと考え大学受験に挑んだこと、そして今ホテルの給料のほとんどを家族に送っていること。僕にとって家族は何よりも大切な存在なんです。家族思いのけなげなティボールにバンは次第に惹かれていきました。ただバンはティボールに対して気に入らないことが一つだけあったんです。それは優しく裏表のないティボールが女性に非常にモテるということ。僕のティボールを誘惑しやがって。ティボールも悪い。嫌なら嫌だってはっきり断れよ。そう、バンはティボールにいつの間にか恋心を抱いていました。今まで感じたことがないほどの嫉妬心を覚えたバンは、ティボールが仕事上でミスをすると些細なことでも激しく叱責するように。自己嫌悪に陥ったバンは自分が嫉妬せずに済む方法を必死で考えました。そしてある時、ティボールに次のような提案をするんです。従業員用のアパートを借りたんだ。広い部屋だから一緒に住まないか。君は家賃を出さなくていい。バンが借りたそのアパートは職場のヒースローホテルから近いため人気があり、本来なら空き部屋もないとされていました。最優秀従業員のバンだからこそ入居の許可が出た部屋だったんです。いいんですか？家族への仕送りも増やせるので非常に助かります。こうして2人の同居生活が開始。ティボールと2人で囲む朝食にティボールが弾くピアノの音色、家に帰ればいつもティボールが待っているその暮らしはバンにとって夢のような時間でした。彼は仕事中もイライラすることがなくなり、全てがうまく回り始めたように感じていたんです。そう、2人の間にある人物が現れるまでは抑えきれない嫉妬心。またあいつか。2011年7月、バンはティボールと談笑する一人の女性をじっと睨みつけていました。彼女は新しくフロント係として入社したアリス・アダムス。誰とでもすぐに打ち解けられるフレンドリーなアリスはフロント係としては優秀でしたが、バンにとっては目障りな存在でもあったんです。そう、アリスは入社して間もなくティボールに急接近しました。私もピアノが得意なの。今度セッションしましょうよ。いいね。ジャズでもロックでも何でも受けて立つよ。アリスはもともと才能あるミュージシャンでしたが、経済的に余裕がない母親を助けるためホテルで働くことに。彼女とティボールは同い年で同じ趣味、ホテルで働き始めた理由まで同じ。境遇がよく似ていた2人はすぐに意気投合したんです。2人の仲睦まじい様子をそばで見ていたバンは嫉妬心を必死に抑え、ティボールとの生活のことだけを考えるようにしました。そんなある日のこと、バンさんに報告があるんです。仕事中、バンを呼び出したティボールはいつになく真剣な表情をしていました。そして次の瞬間、彼は嬉しそうにこう言ったんです。実は来月ハンガリーに帰ることになったんです。諦めずに大学合格を目指そうと思って。笑顔で話し続けるティボールのその言葉はバンの耳にはもはやほとんど届いていませんでした。これはちょっと辛いかも。だってアリスに嫉妬してた矢先のことでしょこれ。バンとしてはね、一緒に住んでたのに直前までね、何も聞かされていなかったんです。ティボールにとって自分って一体何だったんだっていうね、そういう気持ちもあったんじゃないかと思います。ティボールがいきなり帰国するというその話はバンにとって別れを突きつけられたも同然。動揺したバンはこの日以降、仕事も手につかずミスを連発するように。そんなバンを嘲笑うかのように最近のティボールは自信に満ち溢れ、意気揚々と仕事をこなしていました。帰国を心待ちにしながら仕事に邁進する彼の姿にバンは日増しに葛藤を募らせていったんです。こうして迎えた2011年8月9日、バンはフロント係の仲間に向かってこんな提案をしました。仕事が終わったらティボールの送別会をしよう。その夜、同僚たちは大量の酒とつまみを持ち寄り、バンとティボールが暮らす職員用アパートに集まったんです。当然そこにはバンがかねてから嫉妬しているアリスの姿も。
職場での思い出話やティボールが故郷へ戻ってからの生活のことなど、同僚たちの話は大いに盛り上がり、送別会は夜中まで続きました。そうしているうちに同僚たちは一人二人と帰っていき、いつの間にか部屋の中にはバンとティボール、そしてアリスの3人だけに。そこでバンは見てしまったんです。ティボールとアリスがキスしているところを。ちょっとこれはやばいわよ。ティボールがね、バンの気持ちを知っていれば、彼の前でこんなことしなかったんじゃないかなと思いますよ。そしてバンはもはや怒りを抑えきれなくなってしまうんです。狂気の行方。愛してるよティボール。だけど2011年8月10日の深夜、バンはベッドで寝息を立てるティボールを潤んだ瞳で見下ろしていた。君があんな女にたぶらかされるなんてね。僕たちはもう本当にお別れだ。そう言うとバンはティボールの心臓をめがけ、手にしていたナイフを振り下ろした。一瞬苦しそうにうめき声を上げたティボール。そしてバンはもう一度ナイフを振り上げた。二度心臓を刺されたティボールはやがてピクリとも動かなくなった。ティボール、僕と一緒にお風呂に入ろう。彼は流れ落ちる涙もそのままにティボールの体をベッドから下ろし、引きずるようにしてシャワールームへ向かう。邪魔だよ。その最中、リビングへ入ったバンは足元に転がるもう一つの遺体に向かい怒鳴り声を上げた。ティボールとは打って変わって血まみれの無残な状態で横たわっていたアリスの遺体。バンはその遺体を乱暴に足でどかすと、もう動かないティボールと共にシャワールームへ入っていった。こうしてアリスとティボールという2人の部下を殺害してしまったバン。心臓や肺などを20箇所もめった刺しにされたアリスは目を大きく見開いたまま亡くなっており、バンはその顔を見たくないがためにクッションを押し当てたんです。一方でティボールの遺体を丁寧に洗ったバンは本当は彼の隣で自分も死ぬつもりでいました。浴室に転がっていたドライヤーはバンが浴槽内で感電死しようとした際のもの。ナイフで手首を切ったりもしましたが、結局彼は死にきれなかったんです。ティボールから別れを告げられたあの日から何もかもうまくいかない。愛も仕事も失った。これは恐ろしい夢なのか。夢なら早く目覚めてくれ。バンが無断欠勤したあの日、同僚が見たこの悪夢から目覚めたいという Facebook 投稿はそんな彼の絶望を綴ったものでした。その後、ベッドのマットを大きく切り裂き、水筒とスマホ、それにナイフを持ってその中へ潜り込んだバン。外の様子が見えるように覗き穴も作っていました。警察が彼を発見したのはこの2日後のこと。バンは酔っ払った状態でそのベッドの上で眠っていたといいます。ベッドに隠れようと思った理由は今も語られていません。憶測にはなっちゃうんだけどさ、こうやってベッドの中に隠れてたってのはもう逃げても仕方がないって思ってたんじゃないの？それでもね、なんかちょっと自分の中でも踏ん切りがつかなくって取り調べを受けようって思ってもしばらくね、じっとしてたっていうのが真相なんじゃないかと思うわよ。罪を償うつもりでも少しだけ待ってほしかったっていう気持ちがあったのかもしれません。夢なら覚めてくれっていう言葉にもすぐにはね、現実を受け入れられなかったっていうそんな気持ちが現れてますよね。事件から1年後の2012年8月16日、2件の殺人で有罪となったバンに下された判決は懲役26年。裁判中ずっと無表情だった彼は判決言い渡しに際しても顔色一つ変えなかったといいます。ひょっとするとバンは心の奥底でティボールの大学進学の夢を応援できなかった自分を悔いていたのかもしれません。もし愛する人が自分から離れた場所で夢を叶えようとしていたら、あなたは心から応援できますか？それとも引き止めたいと思うでしょうか？